きしょい。今日も食事食べようぜ。さすがいだなこれ。カレーは豊川美味しいと思ってるし、逆にこだわりもあるのでカレー人気ですね。はい、どうぞ。基本は一人ですね。500人分の栄養を考えて。よー美味しいです。粒状タンパクいってタンパク質をちょっと強化するの。いわゆる出汁ですね。コクを出すために。これで何人前ぐらいを作られてるんですか？今日はね、約500人。一旦これ沸騰させてまたアクを取ります。量を測る棒なんだけど、この1メモリが100人分、今日は約500で、全体量がここまで作ります。なるほど。これで500人分。これはフルーツシャツレって。隠し味的な感じですか？じゃまあ、そうですね、必ずこれを入れる。ここの特徴ですね。ここ豊川の駐屯地のね。駐屯地によってじゃあ変わるんですね、作り方って。変わると思いますよ。他の駐屯地からここに来る人がカレーを食べて帰ると日本一美味しいところです。まあお世辞やるけど山崎さんは勤務されて長いですか？かれこれ10年ぐらいですね。もともとは飲食のお仕事されてたんですか？もともとは船乗り、海上保安庁の巡視船に乗ってました。そこでも料理を担当されてたんですか？そうです。若い時にね、定年退職してからもう一回調理やりたいなと思って。炊くのは平均で大体24、昼間が30キロぐらいで、夜が大体24キロぐらい。大体何人分とかです300から400ぐらいです。今日は麦飯で、カレーの日はだいたい麦飯にして、愛知県産の愛知の香りという品種を使用しています。
麦飯にする理由とかあるんですか？栄養的にビタミン B 群が豊富なので、それを手軽に安く取れるっていう点もありますし、隊員さんも好き嫌いせずにお米なら食べてくれるのでっていうのもありますし、白米だけよりも麦を混ぜた方が安くなるので、そういう点でも使ってます。大きさも全部指定があるんですね。1個の豆腐が 1.5 角になるように。自衛隊のやっぱ食の現場ってちょっと特殊だったりしますか？大量調理自体がね、ちょっと馴染みがね、レストランみたいにお客様が一つずつ作って飾り上げて出すっていうのではなくて、衛生面とかノロウイルスとかそういうのを注意しながら大量で作って配食するっていうのは学校給食も一緒ですけどね。大量消費なんで力仕事多そうですね。これ結構きついですよ。ですよね。腰を入れてこうやらんと体重をかけながら。コツがあるんですね。今から味調整です。最初はこの材料通りに作っていくんですけど、最後の仕上げは下です。再チェック。よし、全部。生野菜は次亜塩素酸水につけて水洗いをしてから使う風にしています。野菜は何種類ぐらい？今日は5種類。今日の夜ご飯のメニューの材料です。
工程表、これに基づいて調理員の方は野菜を切ったり調理をしていくという形になっていまして、切り方に加えて調理法も書かれているので業務の根拠になる紙になっています。豆腐です。豆腐です。朝礼ございます。おはようございます。おはようございます。メインがうずらゴロゴロカレー、これ直盛りで、あと花小鉢が水なす豆腐のサラダになります。以上です。おはようございます。おはようございます。私からはうずらの卵、この辺しっかり配色よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。10時40分から味見をして味を決定します。味が決まったところで11時から検食がありまして、業務隊長と衛生課長で衛生面と味について食べていただいて、許可が出たところで給食を提供して良いという形になってます。月曜日とかだとすごいいっぱい食品があるんですけど、これが使う曜日と重さ、明日の夕食で使う鶏もも肉14キロ、明日の昼に使う牛もも肉7キロとか、肉を冷凍してあったり、あとは長期間保存できる納豆とかそういうものを置いてます。先輩は他の駐屯地にいるんですよ。電話で何でも聞ける感じにはなってます。基本じゃあ1人なんですね。あ、基本一人ですね、ここに。500人分の栄養を考えて。そうです考えて。駐屯地の役割としては何にされてるんですか？栄養担当官として隊員の食事のメニューを考えることを主な業務としていて、また隊員に対しての栄養教育や健康管理の面でもいろいろやってます。難しいところは食事摂取基準っていうものに基づいてやるんですけど、陸上自衛隊は一般の人よりも活動量が多いので、陸上自衛隊独自の栄養素の基準がありまして、それがすごい多いんですよ。なのでいつも苦戦するのはカルシウムだったり食物繊維っていう微量の栄養素の方を苦戦しながら作ってます。塩分過多や脂質過多にもなりやすいので、そこも注意して作っています。お料理の調理で栄養以外で気にかけてることとかってありますか？地方的にも濃い味が好きな地方、東三河赤味噌の産地でもありますし、味が薄いと嫌われるっていう傾向にあるので、味が薄い時は風味でごまかしたりとか、とにかく味をはっきりさせるっていうのにこだわりを持って味見をしています。自衛官ね、小野寺と言います。小野寺さん。はい、自衛隊の中の隊員さんでやってるわけではなくて、アウトソーシングっていう民間の方にお願いをして仕事をしていただいてるんです。それを役務っていう言い方をするんですけども、この役務が使用書通りに履行されているかっていうのを監督、見ながらですね、ここはこうしてくださいとか、そこは違いますよとか、そういうね、やり取りをする係になります。いいと思う。辛さで
と思うけど、もうちょい辛くしても確かに。ありかな。甘いね。うんちょっと甘く感じます、具はいい感じだし、じゃがいもの崩れもないから。はい辛味スパイスで辛味増す？もうちょっと辛くしたい。酸っぱさも入れたくなりそうだ。煮卵が味がないから、確かにもっとルーが強い方がいい。はい野菜の火の通り具合は完璧です油が、味がないから、ルーはもうちょっとしっかりした方がいいっていうのは、美味しかったですよ。美味しかったんですけど、もっと美味しくできる。毎日味に気にされるんです。そうですね。はい。味にはうるさい方です。私よりももういや違いますよカレーは結構豊川美味しいと思ってるし、逆にこだわりもあるので、これ県民って言うんですけど、長くなりがちだよね。甘い辛い酸っぱいを何回も言い続けて何回もやりますね。カレーは人気なメニュー。カレー人気ですね。隊員もご飯を見本がこの量なんですけど、この倍以上ぐらい乗る隊員もいますんで、美味しいと思って食べてくれてるのかなとは思いますね。ソースとかは混ぜてないから、酸味は足してないですけど、ルーは混ざったんで、多分濃いめになってます。めっちゃうまかったです。さすが。さすが。海上保安庁はね、1969年に入庁して、現場で巡視船に乗って6年やりまして、そこを卒業したら、事務系の仕事を約40年かね。定年まで勤め上げられたんですか？最後、伊良湖水道航路っていうのがあるんですけど、そこの航路管制官で最後だった。それを60歳で定年なんだけど、希望すれば5年間入れたんです。辞める前の職にね。それを完全に卒業して65歳で海上保安庁を完全リタイアした後、若い頃やった調理がもう一回やりたいなと思って、優秀の美を飾りたかった。調理師の免許をすぐそこで取って、まず老人ホームから始まって、老人ホームの次にここが募集しとったからここに来て、出たり入ったり出たり入ったりしたけど、トータル10年ぐらいですよね。やりがいとして感じる部分ってどこにあるんですか？やっぱり美味しかったよとかね、さすがだなとか、そういうお世辞がね聞きますよ。嬉しい。これ DNA なのかね、小さい子供が多いんですけどね、まだ娘がやっぱり料理になんか興味持っちゃってね、舌っていうのはなんか遺伝性がある。調理人っていうのはもう舌が命ですよね。大体大まか作るんですけども、そこで終わっちゃうか、自分の舌で味を調整できるかどうかが分かれ目ですね。食品衛生官として衛生課長を、それから給食実施機関の長として業務隊長という方が、それぞれ幹部自衛官の方が来られますので、自衛官ではない自衛隊員、防衛省っていうのは、防衛省職員って言われる中に、文官と制服組っていうのがいるんですね。制服組って言われるのが、いわゆる自衛隊員って言われるやつ。自衛隊員の中には、防衛技官、防衛事務官、自衛官、あと防衛教官、あと学生っていう区分があるんですけども、こういう駐屯地で見る、ああいう迷彩服を着て階級章をつけてるのが自衛官です。得意な技術系を持っている方については、自衛官ではなくて防衛技官として勤めていらっしゃいます。いただきます。イランではこれまでに住宅や教育
体の喫食率を向上施策っていうので、厨房の中で一番美味しい料理を決めようっていう。はいどうぞ。今日も食事食べようぜ。さすがいだなこれ。配食1分前です。お疲れ様です。はいどうぞ。自衛官を目指されたきっかけとかあるんですか？自分は東日本大震災で追悼番組見てて、そこにワックの女性自衛官の姿が映ってて、これやりたいと思いました。自衛官になって良かったこととか。全国に同期がいっぱいいて、結構悩み事とかあったら同期間でいろいろ喋れたりするんで、それってあんまり他の仕事にはない魅力やなって思います。おいしい。お弁当はいらないって書いてある。これだけ飲めばいい。
普段何されてるんですか？最近は自動車訓練をやってます。操縦訓練。食堂でお好きなメニューとかってございますか？カツカレー。カレーが美味しいですか？はい。そりゃそうなる。いただきます。自衛官を目指されたきっかけって何かあるんですか？小中高親にお世話になった親に誇りに思ってもらえるような仕事に就きたいなと思って警察とか消防とかもありましたけど自衛官を選ばせていただきました。こうやって仲のいい濃い関係がたくさん築けるのでそれが一番入ってよかったなと思うことです。今日のメニュー、お味の方どうですか？美味しいです。美味しいですか？はい。お好きなメニューとかってあるんですか、食堂で？スタミナ丼が好きですね。予算とかも決められてると思うんですけど、そこでの難しいところとかってありますか？安く美味しく満足度の高いものを作るっていうのを心がけていまして、いろいろ工夫はしています。なるほど。はい。500人ぐらいも作られてるんですけど、不安な部分とかってないですか？まだ若いので。私は調理には全く参加しないんですよ。委託しているので。なので調理師の腕がいいので、もうそこは信用してメニューを作るだけに専念してます。やりがいは出口調査っていうのを毎日行ってまして、このメニューについて食べたいか食べたくないかの2択で表を取るんですけど、その表が多いメニューが自分が頑張って考えたものだったり季節の献立だったりすると頑張って考えてよかったなっていうふうに思います。いただきます。いただきます。これってなんですか？はい。美味しいです。ここの基地内は基本的には自分たちの各部署があって訓練終わった後の機材の手入れとかを主にやってますね。最初の1年間は結構精神的体力的にもきついんですけど3ヶ月ずつ前期教育後期教育あるんですけどそれが終わった後各部署に配属されるみたいな形になるんですけど部署配属された瞬間からはもう楽ではないですけど楽しいきつかったのが今楽しいっていう感じになってます、ね、自衛官を目指されたきっかけを教えていただけますか？昔から自衛隊好きで自衛隊に入っていろんなこと経験したいなと思って入りました。自衛隊に入隊されてよかったなと直接指示とか人に出したりするんで結構自分指示飛んだりするんですけどそれの積み重ねで指揮能力が上がったりしてリーダーシップの発揮につながっていいなと思いました。2人って同期なんですか？自が先輩おいくつなんですか？20歳ですね。自衛隊に入られたきっかけとかって教えてもらってもいいですか？自分はその役に立ちたいなと思って探してたらたまたま広報官と会って入ったって感じです。生まれもこの辺なんですか？生まれ大阪ですね。派遣されてこちらに来られたんですか？そうですね。食堂でお好きなメニューとかってありますか？食堂で好きなメニューはフラスク好きです。自分お麩で作ったデザートなんですけどそれが一番好きです。甘くて美味しいです。女性にとっても結構働きやすい環境だったりしますか？全然働きやすい環境だと思います。そうだと思いますよ。それ